皆さんこんにちは。ゴンナや結びゴンナゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。今日は羽歌御所のお庭をお届けします。ということで、久しぶりに演奏してくださった市川清山さんをお迎えしました。はい。どうも。いつもありがとうございます。お久しぶりでございます。ね。はい。早速ですが、清山さん。御所っていうタイトルで聞くと、どうですかね。ちょっと高貴で硬いイメージありますよね。そうですね。本当に、御所といえば、やっぱりなんかこう背筋が伸びるような、そんな感じでございます。奥下さんのね、イメージがありますからね。奥下さんの世界な感じですね。そういう世界って感じがね。はい。でも、実はこの曲、中身がとってもチャーミングなんですね。まず前半は、なんと、お雛様の飾りを歌っています。そうなんですよね。お姫様でございます。だからそれで、右近の立花とかね、左近の桜、それに右大臣、左大臣なんてね、いうのが出てくるんですよね。御所のね、お庭を映し出しているという、感じですかね。ね。はい。そうなんですね。はい。面白いですよね。お雛様を眺めながら、立派な御所のお庭やねって庶民が楽しんでる景色なんですね。今で言うと推し活とかね、インテリアを楽しむ人も増えてますけど、そういった感覚に近いのかもしれませんね。そうですね、似てるかもしれませんね。そう聞くとね、一気に身近になりますからね。でも、後半は雪が降ってきて、季節が少し、不思議な感じもしますよね。そこが、面白いところで、この曲ができた天明年間っていうと、実は小氷期っていうんですね。1780年代ぐらいですかね。江戸時代ってのは寒かった。江戸時代寒かったんですね。そう、歴史的にもめちゃくちゃ寒かった時期なんですね。しかも当時は旧暦ですから、3月3日っていうと、今の4月頃。そうですね。桜の季節なのに、雪がちらつくような、今の私たちが思うよりずっと厳しい冬の名残があったんでしょうね。そうですね。なるほどね。今でもね、この寒の戻りなんてありますけどもね、それ以上に大人はかじけるとか言いますけどもね、かじけるっていうのは凍える。寒いっていうことですね。っていうのが歌詞が非常にリアルな感じがしますよね。そうなんですね。そんな寒さの中でも子供は大喜びで、そして、犬は喜びには駆け回る。ね。本当権の館そのものじゃないですかね。本当ね。何百年経っても寒さに震える大人とはしゃぐ犬の姿は変わらない。そう思うとなんか愛おしいですよね。はい、そうですね。今日はそんな厳しい寒さを笑い飛ばすような賑やかで暖かい冬の景色を感じながら踊ります。それでは、どうぞ。御所のお庭に右近の立花、左近のささささ、ふくふくらららら。左大臣、さささ日の袴履いたり、勘定勘定たちたち。雪がちらちら、子供は喜ぶ、大人は
かじける犬目が飛び上がる。息を集めてさささほうきで吐くやら屋根のゆきゃさおでかく